ちょっと権田くん、この非常事態に、あなた何言ってるの？新人のくせにトラブル対応したいですって？今ここにいる誰にも解決方法がわからなくて、こんなにパニック状態なのに？寝言は寝てから言ってちょうだい。これ式のバグ、この私が何とでもしてみせるわ。あんたに出しゃばる隙なんてないのよ。せいぜいそこで見て、私の技術を盗むことね。まあ、あんたにそれができるならの話だけど。大きな仕事の納品日であるにもかかわらず、朝からトラブルが発生し、血相を変えて走り回る社員たち。その真ん中で、一見涼しい顔をしてパソコンに向かい続ける浅木先輩。まるで SF 映画のワンシーンのような光景だ。そして先輩は、手助けを申し出た俺に対して、面倒くささを隠そうともしない。何か力になれることがあればと思った末の発言だったが、出しゃばるなと言われてしまった。周りの社員と同様に、不安と心配が入り混じる心をなだめながら、俺は先輩の後ろからパソコンの画面を覗き込む。そして、俺は考えるより先に体を動かしていた。まさか、この行動が会社の運命を左右することになるとは、この時、誰も予想していなかったであろう。俺は権田貴則、IT 企業に勤める33歳だ。妻と0歳の子供と3人で、去年から妻の地元であるこの町で暮らしている。去年まで俺は海外で働いていた。妻も一緒に来てくれていたが、ある事情で帰国することに。そして転職先に選んだのが、妻の地元にあるこの会社だったのだ。たまたま4月1日付で入社となったためか、新人や他の転職者もたくさんいて、俺もすぐにこの会社に馴染むことができた。社長や社員も外国から転職してきた俺をとても優しく迎え入れてくれて、ほっとしたのを覚えている。ただ一人、部長が期間限定で俺につけてくれた教育係の浅木由紀香先輩だけは違っていた。出身大学はどこかと聞かれたので、普通に答えただけなのだが、先輩は俺のことを完全に新人だと思い込んだようだ。多分、俺が若いというか、見た目が幼く見えるからだろう。新社会人なのに残業帰りに補導されかかったり、フェスでお酒を飲んでいたら警備員に肩を叩かれたり、昔からよくあることだ。なので、新人と思われたこと自体はいいのだが、そのせいで、とにかく浅木先輩からの当たりがきつかった。毎日が放置、理不尽、馬鹿にされる嵐だ。他の社員がこっそり教えてくれた情報だが、どうも浅木先輩は新人や新人教育が嫌いらしい。彼女の当たりの強さから辞めたり移動していった新人が何人かいるということだ。慣れるまでは隣のデスクでと配置してもらったこともあり、話す機会だけはたくさんある。一刻も早く誤解を解かねばと思ったこともあったが、何せ全く話を聞いてもらえなかった。もう、仕事以外の話をしないでちょうだい。私今、大きい案件抱えてて忙しいの。新人とのおしゃべりに付き合ってる暇ないわ。これだから新人教育って嫌いなのよね。プログラミングはね、料理と同じでセンスが試されるものなの。新人ならまだ参考書ぐらい家にあるでしょ？基礎は自分で固めて、あとは自分で盗むことね。それができないなら、この業界じゃやっていけないし、上にはいけないわよ。浅木先輩は上昇志向がとても強い人だった。大手や有名な企業からの案件ほど積極的に立候補し、ひとたび担当プロジェクトの指導となれば、リーダー的なポジションに志願して、どんどんみんなを引っ張っていく行動力と決断力。そして仕事上の数字は、彼女が非常に有能であり、取引先からの信頼も厚く得ていることを示していた。昇進試験にも果敢に挑み、相手が上の立場の人ほど、愛想よくプライベートも付き合うため、上層部からの受けもいい。ただ、後輩や新人に対してはこんな態度が目立つので、部下や同僚からすると、複雑な感情を持つことも多いだろう。俺を完全に新人と思い込んでいる浅木先輩は、プログラミングとは一切関係ない雑用や、お使いを俺に言いつけることも多かった。
今私が担当している案件は、うまくいけばこの国の発展に貢献するものよ。これが成功したら、どれだけの実績になるのかしら。考えただけで楽しくてたまらないわ。あんたもそんな雑用をいつまでもやってないで、私みたいに大きな案件を目指しなさい。そんなのいくらやったって何の糧にもならないわ。まあ、あんたみたいな新人にはそれぐらいしかできないんでしょうけどね。せいぜい国に貢献する私の役に立ってちょうだい。自分で俺に雑用をさせておいて、この物言いだ。多分、今やっている仕事を自慢できれば、何でもいいのだろう。浅木先輩は、国が試験的に実施する教育方面の対策の一環で、あるソフトの開発に取り組んでいた。企業秘密なところもあるので、詳しくは言えないけれど、ざっくり言うと、学校内のカメラだ。子供や教師たちのプライベートを保持しつつも、学校内外の様子を撮影して、時事的に記録し、いじめや体罰の早期発見や証拠の保全、不審者侵入の記録にも使うことができる。また、教室に設置したカメラでは、自宅にいながらにして、その場にいるような臨場感で、オンライン授業を受け、やり取りすることができる。学校によって、どこを撮影するかや、どの程度保護者の目に入るようにするかも決められるが、個人の悪用を避けるために、一定以上の設定変更は、うちの社員しかできないようにした。加えて、これらのカメラや記録を一括で扱い、接続できるネットワークを絞って厳重に管理することで、必要以上の外部に情報が漏れることを防ぎ、万一漏れた際は追跡が可能。コンペで勝ち取ったこの大きな依頼を、同じくコンペを通過してきたある電機メーカーと合同で行っているのだ。そして、そのコンペに案を出し、通過させたチームのリーダー。また、電機メーカーとの合同チームでも、リーダーのポジションを務めているのが、誰あろう、この浅木先輩なのだ。ああ、大きすぎる仕事に合同チームのリーダーって疲れるわ。他の案件がちっぽけに思えちゃうんだもの。大きい仕事ばかりやりすぎるのも良くないわね。ああ、ごめんなさい。あなたみたいな新人にはわかるはずない話だったわ。忘れてちょうだい。何も聞いていないのにこんなことをよく言ってくるのだ。浅木先輩はチームのみんなからどのように見られているのだろう。俺は疑問でならなかった。そんなある日、浅木さんたちのチームのプロジェクトは大詰めとなり、ついに納品予定日を迎えた。チームの人たちはさぞ朝早くから出勤して納品前の動作確認をしているのだろうな。そんなことを考えながら、俺はいつも通りのスタイルで出社する。違和感に気づいたのは、会社のあるビルのドアをくぐってすぐだった。いつも以上に想像し、自分のオフィスに入ると、その想像しさは、より顕著なものとなった。俺の隣、つまり浅木先輩のデスクに人だかりができている。関係はないのだけれど、そこが俺の仕事場なので、自動的に俺は騒動の中心に近づく。浅木さん、これどうなってるんすか？昨日まで何もなかったのに、なんでこんなことに。これじゃとてもじゃないけど、納品なんてできないっすよ。電機メーカーの人たちにもなんて言い訳すればいいか。もう時間ないっす。どうするんすか、浅木さん。チームメンバーと思わしき若い男性が、焦り満点の声で騒いでいる。うるさいわね。何もできないんだから騒がないで。何がどうしてこうなっているかわからない以上、可能性は一つ一つ潰していくしかないわ。メーカー側から連絡が来たら、私に回してちょうだい。説明は私がする。任せなさい。この私が時間までに何とかしてみせるわ。いつもの調子の浅木さんだが、その小姉にはいつもの余裕さはなく、焦りをはらんでいる。俺は席の近くに立っていた同い年ぐらいの社員に何があったのか尋ねてみた。聞いた話だと、チームメンバーが朝集まって最終動作の確認をしたところで、システムが妙な動きをし始めたらしい。まず、一部のカメラの操作ができなくなった。録画したはずの映像は内部の録画用ディスクに保存されず、それどころか URL さえ打ち込めば外部から普通にアクセスして
誰でも映像がリアルタイムで見られるようになってしまっていた。また、プライバシー保護のため、このソフトをどんな端末で使おうとも、スクリーンショットや画面上録画はできず、警告画面が出て管理者に送られる仕様にしたはずなのに、それも解除されている。確認したところ、カメラ側には全く異常は見られず、すべてはソフト上の問題だったため、うちのオフィスは今こんなに大騒ぎになっているというわけだ。話を聞いていると、浅木先輩は俺に気づいた。権田くん、見てわかると思うんだけど、私たち今非常事態なの。そこで普段通りいられたら邪魔なの。わかるわよね。わかったら、私たち人数分のコーヒーでも入れてきて。それが終わったら、向こうの共用 PC で、私が午後から会議で使うこの資料でも整理して、修正の付箋があったら修正しといてちょうだい。ファイルは共有のところにあるわ。浅木先輩は、俺の方をちらりと見ただけで、いかにもめんどくさそうに指示を飛ばしてくる。だが、すでに俺のデスクはみんなの物置状態だし、こんなにデスク周りに人がいて、オフィス全体がざわざわしていては、仕事にならなそうなのも確かだ。言われた通り、俺は飲み物を用意しに、給油室に向かった。黙々とコーヒーを入れていても、浅木先輩を中心とした騒動は、収まることなく、どんどん大きくなっていってるのを感じる。浅木さん、電機メーカーのリーダーから電話です。あちら側から突然システムにアクセスできなくなったことを不審がられてますけど、どうしましょう。もう、今忙しいっていうのに、電話貸して、まだ時間はあるんだから、しばらく待つように言うわ。たく、カメラ作ってるだけだっていうのに、ツッコミだけは鋭いんだから、嫌になっちゃう。説明したってあっちがわかるわけないじゃない。無駄な時間使わせないでよね。浅木先輩の苛立ちは、相当募っているようだ。入れ終わったコーヒーを、プロジェクトのメンバーに配って回っていると、何が起こっているのかさっき俺に教えてくれた社員が、新情報をくれた。浅木先輩が必死で解決しようと試みているものの、全く改善されず、時間がかかればかかるほど別のトラブルが出てきているらしい。そしてついに、社長までオフィスに登場した。浅木くん、電機メーカーの社長から連絡があったんだが、何かあったのかね。今日は納品に行く予定だろう。昨日までできていた確認が今朝からできない。担当に電話したが、待てと言われ切られたとあちらから苦情が入ったぞ。私の元には何も報告が入っていないが、どうなっているのかね。納品は間に合うのか、どうなんだ。オフィスのピリピリ度は、マックスと言ってもいいだろう。うちのエースチームが全力を尽くしても止まらないバグ、迫る時間。そりゃ、焦らない方がおかしい。社長、少々時間はかかりそうですが、間に合わせてみせます。少々時間をください。見せますということは、間に合わない可能性もあるということだな。先方に連絡した方がいいだろうか。しかし、工程表通りに行くと、今日の納品に間に合わないとなったら、すべての工事、関係各所の視察に、テスト期間まで遅れることになる。加えて、うちの遅れだけのせいとなれば、一体いくらの賠償金になるのか。浅木くん、トラブルの原因は何なんだね。まさか、人為的なものかね。社長の焦りももっともだ。このプロジェクトは、会社を挙げて勢力を貸しげてきたし、おそらく、会社の歴史上これまでで一番大きな案件だろう。それが頓挫したとなれば、多方面に迷惑をかけ、国が立てた計画を狂わせることは明らかだ。とはいえ、人権や個人情報を絡む案件であるため、とりあえず納品して、後から修正なんて真似も絶対にできない。浅木さん、もう時間ないっすよ。コードのエラー箇所がどんどん増えてます。俺ら総動員で対処しても、もう間に合うかどうか。でも、直す傍らで増え続けられたら、もうどうしようも。浅木先輩の額に汗が浮かび、社長は目を片手で覆い、天を仰いでいる。会社の命運もここまでかと、誰もが思った。浅木先輩、俺、一回見てもいいですか？考えるより先に、口が動いていた。この騒動で何が起こったかは、一通り聞いてはいるものの、俺はまだパソコンの画面、いや、実際のプログラム画面をじっくり見ていない。何が起こっているのか、
この目で見てみたかった。権田、あんた、この非常事態に何言ってんの？新人を見学させてる場合じゃないのよ。お願いだから、今は邪魔しないで、引っ込んでてちょうだい。邪魔でしかないわ。しかし案の定、睨みつけながら拒否される。どうやって食い下がろうか考えていると、浅木先輩の隣にいた社員が、浅木、こいつに見せるかどうかはともかく、お前は一回顔でも洗ってきた方がいい。すごい顔色してるぞ。納品に行くのは俺たちなんだし、リーダーがそんなボロボロじゃダメだろう。かなりトラブったことがすぐバレるぞ。と、口添えしてくれた。それもそうね、と、うつろな目で同意した浅木先輩は、しばらく考えて、よろよろと席を立つ。私が戻ってくるまで、存分に見てたらいいわ。どうせ何もできないでしょうし。絶対に余計なことしないでよ。こんな時に新人の尻拭いなんて、やってられないんだから。と言い残し、彼女は重い足取りで、化粧室に向かっていった。浅木先輩がいなくなると同時に、少し人混みも緩和される。せっかく許可ももらったわけだしと、俺は浅木先輩のデスクに座って画面を覗き込んだ。なんだ、こんなもんか。ぼそっとつぶやくと、俺は隣の自分のデスクからメガネを取り出し、かけ、キーボードに指を滑らせる。ちょっと待てよお前、新人なんだろ。勝手に触るのはやめ。え？浅木さんをトイレに行かせた社員が、俺を止めようと声をかける。しかしその声は、俺が何をしているのか気づいたことにより、途中で止まってしまった。エラーは勝手には増えません。誰かが人為的に増やしているか、そういうウイルスでも入り込んだかしないとね。だから、一つ一つ修正していってもきりないです。要は、大元を叩けばいいんですよ。あとは一気に修正したらいいです。そう言いながらも、俺は画面から視線を外すことなく、エラーを起こし続けている原因を探す。みかん箱の中に腐ったみかんが一つあれば、やがて箱全体が腐ってしまう。それを防ぐためには、腐っている元のみかんと、腐食が伝染したみかんを取り除き、無事なみかんを守ること。俺が今やっているのは、そういう感じのことだった。見つけた。これがウイルスだな。勝手にコードを置き換える指示を受けている外部のシステムを見つけた俺は、一旦インターネットの回線をオフにすると、一気に解体した。エラーの増殖が止まる。いつの間にか俺を取り囲んでいたギャラリーが、おーっと歓声を上げた。少し驚いたものの、俺は気にしない。引き続き、エラー箇所を修正していく。作り手たちがこまめにデータの保存や状態を記録していたのであろう。教科書を見ながらテストを受けているようなスムーズさで、修正が進んだ。そして、浅木先輩が顔を洗い、化粧を直して席に戻ってきた頃には、システムの異常は解決され、本来最終チェックを受けるはずだった状態まで復元できた。ひとまずこれでいいだろう。そう判断した俺が、メガネを取る。すると、社長が飛びつく勢いで肩を組んできた。さすがだな、天才プログラマー。そうだ、もう我が社には権田くんがいるんだ。すっかり頭から抜けてしまっていたよ。どうだい、やりがいはあったか。もうちょっと早めに手を貸してくれたらよかったものを。まったく心臓に悪かったぞ。手放して叩いてくれる社長と、称えられている俺を見て、一番唖然としていたのは、戻ったばかりの浅木先輩だった。権田くん？新人のあんたが、どうしてこんな。自分が席を外している間に、新人だと思っていた男が巨大トラブルを解決していたら、そりゃ驚くしかないだろう。浅木先輩の発言に一番驚いていたのは社長だった。新人？浅木くん何を言っているのかね。権田くんはこの春に海外の企業からうちに戻ってきてくれた腕利きのプログラマーだぞ。ああ、でも浅木くんが転職してくる前の話だから聞いたこともなかったかもしれないな。実は俺は、この会社に勤めるのは初めてではない。高校からプログラミングに没頭し、大学でもその手の方面に進み、在学中にソフトを開発したり、大会に出て賞を取ったりした俺が、新卒で勤めた会社が、実はここなのだ。海外の企業に一度転職している間に、耐震工事にリノベーションが入って、内装はすっかり様変わりしているが、人はそう変わっていない。現に社長は、
俺が入社した頃は人事部長だった。俺は新人ながら、手際の良さと学生時代に積み重ねてきた経歴、そして入社後も築き上げていった実績から天才と呼ばれたものだ。そして入社して数年が経った頃、国内の外資系企業のある公開コンペに出た。そのコンペ自体は通らなかったのだが、コンペを見てくれていた他の外国の企業から発想と腕の良さ、スピードを買われてヘッドハンティングを受けたのだ。ある日急に片言の日本語で何かの営業のような電話がかかってきて、大変動揺したのを今でも覚えている。やがてその電話は会社にもかかってきて、社長や人事部長の耳にも入るようになる。俺は上層部に呼び出され、ヘッドハンティングを受けるのか否かを確認された。しかしその時の俺にはあまり行く気がなかった。この会社で教わったことも多く、プログラミングの技術以外は、点でダメ男だった俺を叩き直して、ちゃんとした大人にしてくれた恩もあるし、お世話になった人もたくさんいる。後輩もたくさんいるし、新人の教育だってしているし、長く付き合っている彼女と結婚を考えているところだったし、何より、俺をリーダーとしたプロジェクトが始まったばっかりだったのだ。すべてを置いていく決心を、俺はできなかった。ところが、俺の思いとは裏腹に、社長と人事部長は、俺の中に迷いがあるのを見抜き、背中を押してくれた。先方の話だと、かなりの好待遇にしてくれるようだし、どう考えても、俺にとっては栄転。会社としても、うちからあの企業に転職となると、一つの自慢になる。それに、彼女を配偶者として連れて行けば、家庭ごとまるっと面倒を見てくれるらしい。日本語スタッフも欲しかったところだから、彼女が望むなら仕事も用意できるときた。何より、俺のチャレンジ意欲をかき立てるような仕事に、同じようなレベルで競い合える仲間。最高じゃないかと勧めてくれたのだ。この話を、結婚というワードは出さずに彼女にしてみたところ、いいなぁ。ねえ、それ私も一緒に行っちゃダメ？海外暮らしって一回やってみたかったんだよね。と、明るく笑顔で返事をもらった俺は心を決めた。彼女にプロポーズして OK をもらい、ヘッドハンティングを受けて海外に渡ったのだ。慣れない英語での仕事に戸惑いもしたが、コンピューターの言語は統一されたものであるため、すぐに馴染むことができた。日本にいたら体験できないような仕事上のワクワクがたくさんあり、周りには俺を超えるような腕前のプログラマーばかりなので、刺激も十分にある。俺は毎日が充実していたし、とても楽しかった。そのため俺は、妻の変化に気がつくのが遅れたのだ。妻は用意してもらった仕事で働いていたが、あまりの生活や文化の違いにストレスを感じ、周りの人たちにも距離を取られていると感じたようで、だんだん元気を失っていった。理想と理想通りの生活を送ることができない不満やズレというのは大きく、徐々に妻を蝕んでいく。そして数年後に妻が妊娠した際、一気にメンタルが崩壊し、動けなくなってしまったのだ。幸い、妊娠発覚時は妻の地元に一時帰国中だったため、俺か妻の両親、妻の姉妹がずっとそばにいることができた。しかし、妻を連れて外国に戻ることはもうできそうにない。俺は考えに考えた。恵まれた環境に刺激的な仕事と人生のパートナー。俺が単身赴任する手もあるが、子供も生まれるし、日本と外国を行き来する雇われ生活が俺にできるだろうか。しかし今の仕事に待遇、成長も捨てがたい。長考の末、俺は妻を選んだ。何度考えても、仕事と環境は替えが利く。替えが利かないのは妻だけなのだ。自分の中でそうと決まれば話は早い。妻を義実家に託し、一人外国に戻ると、早速担当している仕事を片付け、引き継ぎ文書を作り、俺をスカウトしてくれた人たちに退職の意思を伝えた。周りの人たちはすごくびっくりしてたし、当時あまりなかったフルリモート。それも海外からの完全在宅勤務も可能にしたいと俺を引き止めてくれた。しかし、
いくら完全在宅勤務といっても、今後一切出社しなくていいわけではないし、一度来たらすぐには戻れない。なので俺の意思は一択。退職のみだった。人間、基礎さえあれば、どこでだって成長はできる。この会社を去らないといけないことはすごく欲しいけれど、ここに居続けるのと同じ成長を遂げられるかどうかは、すべて自分次第なのだ。今はとりあえず、大切な人のそばに居続けることが、俺にとっての一番大事なことだった。こうして本格的に帰国をした俺は、身重の妻が安心して暮らせるように、妻の地元に移住し、この町に生活の根を張ることに決めた。そこで、次の転職先として選んだのが、元いた会社だ。やや距離ができてしまったが、通えない範囲でもなく、何より、一度空いた畑であるため、内情も知っている。それに今なら、ヘッドハンティングを受けた俺を、快く送り出して、成長のきっかけを与えてくれたこの会社に、即戦力として戻って恩返しができる。そう考えたのだった。実際は、直属の先輩に新人と間違えられて、雑用から始まったけれども、これはこれで、新鮮な経験だ。権田くんって、そんなにすごい人だったの？全然そんな風に見えなかったから、私、てっきり新卒だと思ってた。どうして言ってくれなかったの？何度も言おうとしましたけど、聞く耳持ってくださらなかったので。まあでも、これも一つの経験、勉強になるかなと思いまして。バレるまでは言うつもりなかったですよ。トラブルの途中から、浅木先輩と俺のやりとりを聞いていた社長は、何か思うところがあったらしい。俺と組んでいた肩を外すと、社長は、浅木先輩に向き合った。浅木くん、もしかしてだが、君は権田くんを新人だと思い込んで、トラブルが解決する前のような、あんな対応を彼にずっとしていたのかね。浅木先輩の肩がビクリと震える。事実、図星だった。そうか。それはいただけないな。さっきのトラブルでも、君は目先のものだけを見て、ずっとそこに手を取られていたね。権田くんに対しての態度も同じことだ。自分が見ただけの思い込みを信じて、突っ走り、他の可能性を考えもしないなんて、あってはならないよ。いろんな角度から見ないとわからないことだってたくさんあるんだ。もし、浅木くんにそれができていたなら、今回のトラブルも、今ほどの事態にはなってなかったかもしれないね。浅木先輩はうなだれて、何も言わない。ほら、失敗は成功の母と言うだろう。失敗一つからだって学ぶことはたくさんある。だとしたら、周りの仲間や他の会社とのやりとり、小さな仕事の一件一件だって学びに溢れていると思わないか。小さいことの積み重ねが視野を広げ、選択肢を増やしてくれると私は思うよ。浅木くんほどの腕と上を目指す気持ちがあるなら、時々初心に帰ってみるのもいいかもしれないね。さて、権田くん。このシステムはもう完全に治ったのか？大丈夫なのかね？俺はハッとして、プロジェクトのメンバーにも聞こえるように、俺がした作業と結果を説明する。原因はウイルスであること。誰かが意図的に混入させたものではなく、おそらく、ウイルス感染した端末で、知らずにログインしてしまった可能性があること。ウイルスは消滅し、バグはすべて修正したため、あとは最終確認をやり直してほしい有無を伝え終わると、社長がパンと手を叩いた。よしよし。ということは、今から取り掛かれば、なんとか今日中には納品はできそうだな。念のため、先方と電機メーカーには、私から連絡と謝罪を入れておこう。さあ、みんなチェックに入ってくれ。入念に頼むよ。それから、権田くんは来てくれ。どう説明したものか、一緒に考えてくれないか。わっと盛り上がるオフィスを背に、俺は社長について歩き出す。浅木先輩の視線がずっと俺の背中に注がれているのを、俺は感じていた。無事に納品が終わり、プロジェクトのメンバーが戻ってきた頃、俺は給油室にいた。単純に自分がコーヒーを飲みたくなっただけなのだが、
カップを手にデスクに戻ろうとしたちょうどその時、浅木先輩が入ってきた。お疲れ様ですと声をかけると、浅木先輩は視線を床にやったまま気まずそうにしている。権田くん、今日のこと、本当にありがとう。命を救われたような気分よ。それと、これまでのこと、本当にごめんなさい。私本当に自分の目で見たものしか見えてなかったし、考えてもなかったわ。知らない間に、周りのことも下に見るようになっていたみたい。情けないったらないわね。自重気味に笑う先輩。俺にも身に覚えのない話ではなかった。大学生の頃からプログラミングの才能を発揮しだした俺は、めきめき腕を上げていっている自覚があり、完全に天狗になっていた時期があったのだ。今の浅木先輩と同じように、目で見える実績しか見えていなかったし、自分以外の同業者を小馬鹿にしていた。研究室内でも孤立していたのだ。そのある時、大会で準優勝だった俺に、教授が言った言葉がある。権田、お前には確かに才能がある。しかし、才能だけでは、すぐに成長は止まってしまうぞ。周りを馬鹿にするのはやめて、もっと周りから、経験から、小さいことから学ぼうという意識を持つんだ。そうすれば、お前はもっと高みを目指せるはずだ。大勢の仲間に囲まれて、笑顔でいる優勝者の姿とともに、この言葉は俺の心に突き刺さった。以来、俺は考えを変え、自分の成長のためには何事も無駄にはできないし、何だって勉強であるという思考にシフトしていったのだ。その結果、海外の企業からヘッドハンティングされるほどの腕前になれたのだから、教授の言葉は当たっていたと言える。という話をしていると、浅木先輩もコーヒーを入れながら昔話をしてくれた。浅木先輩は双子のお姉さんがいて、お姉さんは何でもよくできる人らしい。ずっと比べられては馬鹿にされる幼少期だった浅木先輩は、いつしか何でもいいから馬鹿にされない取り柄が欲しいともがき始める。そこでたどり着いたのがプログラミングだったそうだ。就職してからも見下されない、馬鹿にされないように、もっともっとと勉強し、地位を高めようと努めてきた結果、見下されないために自分自身が見下す側になってしまったという。新人が嫌いだったり、新人教育が嫌いなのも、その影響だった。弱い部分を見透かされてしまう気がして、どうしても虚勢を張り続けることしかできないからだそうだ。でも私、今回権田くんに助けてもらって、社長にあんなことを言われて、本当に自分が恥ずかしくなったの。だから、意味のない虚勢なんて、もうやめることにする。何でも勉強。本当にそうよね。急にはできないだろうけど、変わる第一歩として、まず謝らせてちょうだい。本当に、これまでごめんなさい。そしてありがとう、権田くん。そう言って、まっすぐ俺を見つめる浅木先輩の目には、光が灯っていた。その後、本当に浅木先輩は改心したようで、俺を馬鹿にすることはなくなった。そういえば一度、実力でははるかに俺の方が上なのだから、先輩呼びをやめてほしいと言われたことがあったけれど、俺よりここでの勤務歴が長いのだから、先輩は先輩です、と押し切らせてもらった。これは、俺が周りを見下す心を持たないように、他人を敬う心を忘れないように気をつけていることの一つだ。浅木先輩から他の新人や後輩に対しての態度も徐々に変わってきていて、あまり事情を知らない若い子たちが動揺しているのがわかる。俺は先日のトラブルを解決した腕を見込まれ、浅木先輩と同じプロジェクトのメンバーになることが決まった。まだ始まってはいないけれど、今から楽しみだ。他の仕事のことでも、浅木先輩は俺を頼って質問してくれたり、相談してくれることが増えた。俺も浅木先輩に色々質問されて学ぶことが多く、まだまだ勉強の日々だなと感じる。俺はこれからも自分のことを完璧と思わず、どんな人からも勉強させてもらおうという気持ちを持って、今日も仕事に邁進していく。
ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。